いいか、昼から絶対に出社しろよ。じゃないと、お前のデスクを捨ててやる。上司が電話の向こうで俺に向かってがなり立てる。ここは病院の一室。俺はベッドの上で上司からの電話を聞いていた。仕事中、俺の不注意で怪我をしてしまい、右足を骨折してしまったのだ。幸いにも軽度の骨折だったが、そもそも今回の事故は上司が原因だ。しかし上司はそんなことも知らず、ギャーギャーと電話の向こうで怒鳴り続けている。わかりました。これ以上上司の声を聞いていたくなかったので、それだけ言って電話を切る。ベッドの横で心配そうに見守る部下に、俺は軽く笑いかけながら、とある人物に電話をかけた。あ、もしもし。そしてこの後、上司は自分のしたことを一生後悔する羽目になった。俺には5歳年上の兄がいる。俺は兄がいなければ今ここにいなかっただろう。というのも俺の両親は2人とも子育てに向いていない人だった。母は浮気三昧、父はギャンブル三昧と2人とも子供より大切なものがあったのだ。そんな両親のもとで育った俺たちは親の愛情というものを知らない。大丈夫だからな、コウキ。俺の家は夫婦喧嘩が絶えなくて、その度に兄が俺を別の部屋に連れて行き、慰めてくれた。俺は兄にしがみついて、早く2人の喧嘩が終わるよう祈るしかできなかった。そんなある日のこと、いつもより激しい夫婦喧嘩をした2人が、とうとう手を挙げてしまった。やめてよ。俺が2人の間に入ろうとすると、両親は俺のことを睨みつけ、俺をターゲットにし始めたのだ。危ない。しかし、すんでのところで兄に助けられ、そのまま2人で家を飛び出す。逃げるぞ。兄に手を引かれ、俺たちは夜の街を走る。そしてたどり着いたのは、隣の市に住んでいる母方の祖父母の家だった。どうしたんだ一体。とにかく家に上がりなさい。もう大丈夫だからね。祖父母は驚きながらも俺たちを温かく迎えてくれた。兄が事情を説明すると祖父は激怒。あいつら、もう許さんぞ。そうね。この子たちは私らが面倒見ましょう。あの2人には任せられないわ。祖母も静かに怒っているようで、見たことのない冷たい顔をしていた。その後、祖父母が両親に話をつけ、俺たちを引き取ってくれた。俺たちはようやく落ち着いて過ごせる家を手に入れたのだ。じいちゃん、手伝おうか？宿題は済んだのか？うん。ならいいが、子供は子供らしく遊びにでも行けばいいのに。祖父母は農業をしていて、俺はよく2人の手伝いをしていた。祖父は愛想がなくあまり笑顔を見せない人で、小さい頃の俺は祖父のことが怖かった。あの人はちょっと不器用なのよ。本当は2人のことをとっても可愛いと思ってるわ。そうなの？そうよ。コウキが昔おじいちゃんにあげた肩たたき券、ずっと大事に持っているのよ。目に入れても痛くないって思ってるわ。祖母にそう言われて、祖父に対する印象がだんだんと変化していく。こっそり覗いた祖父の引き出しには、確かに俺が昔送った肩たたき券が入っていた。新しく券を作ってあげたところ、その日の夜、祖母に俺は幸せ者だと言いながら泣いていたし、俺はどんどん祖父のことが好きになっていった。俺もじいちゃんのことが大好きだよ。もちろんばあちゃんのことも大好きだ。俺たちにとってあの2人は本当の親みたいなものだな。うん、俺将来はたくさん稼いで2人を旅行に連れて行きたいな。俺も立派な社会人になって2人を楽させてやりたいな。いつしか俺たちはそんな夢を抱くようになっていた。俺たちのことなんて気にしなくていい。お前らは好きに生きろ。やだね。あんた、本当は嬉しいくせに。祖父は表面上では愛想のないことを言うけれど、
その言葉の裏に隠された感情を俺たちは知っている。祖母はそんな祖父を見て嬉しそうな笑顔を浮かべていた。祖父母のもとで元気いっぱいに育った俺たちは無事に社会人へと成長した。兄はコツコツとバイトをしながら一生懸命勉強をして、成績優秀者の枠で奨学金を取得して大学へ進学。元から頭が良かった兄だったけれど、大学に進学した後も勉学に励み、現在は国家公務員として活躍中だ。一方の俺は勉強の方はからっきし。だけど小さい頃から祖父母の農作業を手伝っていたおかげか、丈夫な体に成長し、体力とがたいには自信がある大人になった。そして高校卒業後、俺は土木工事の現場作業員になる。ギリギリの成績で高校進学はしたはいいけれど、大学は行けないしどうしようかなと悩んでいた俺に、その会社で働いていた先輩が声をかけてくれたのだ。そこそこの大手企業で社員を大切にしてくれている。社長は若い頃に苦労したらしくて、今の若者を同じ目に合わせたくないと思っているらしい。そんな社長のもとに集まった社員なので、みんな仲が良く仕事に真面目だ。給料も業界内ではいい方だし、福利厚生もしっかりしている。こんないい会社に就職できてラッキーだったな。俺も同じこと思ってます。俺の独り言に賛同したのは、最近この会社に転職してきた直人。俺はこいつの教育担当だ。前の職場はあまり良くないところだったらしく、何かにつけていい会社だなと言っている。いい先輩にも恵まれましたしね。おだてても何も出ないぞ。コーヒー飲むか？出るじゃないですか。そんな冗談を言い合いながら笑って仕事をする毎日。これから先もこんな平穏な毎日が続けばいいなと思っていた。しかしその日常は突然崩れ去ってしまう。ある日、俺たちの部署の部長が突然病気に倒れてしまった。空席となった部長の席に座ったのは、社内の人間ではなく、元請け会社から紹介されてやってきた人だった。はじめまして、加藤と申します。これからよろしくお願いします。加藤さんは最初とても愛想のいい人だった。しかし徐々にその本性をさらけ出していく。おい、お前、この資料は一体何だ？部長の指示通りに作成しましたが。俺がこんな指示するわけねえだろ。今すぐやり直せ。部長の怒号が響き渡る。最近ではこれが日常の風景となっている。部長は自分の権力を振りかざし、俺たち部下に無理難題を押し付ける。俺たちは現場仕事がメインなのだが、部長は一度も現場に立ったことがない。そのことを指摘すると、俺のスーツが汚れるだろうとか、お前ら底辺と一緒に仕事なんてできるわけねえだろとか言われるのだ。噂によると、部長は元請け会社で問題を起こしたらしく、扱いに困った元請けがうちに頼み込んできたらしい。社長は人がいいので、そういう事情を分かった上で部長を受け入れたのだが、結果はこれだ。おい、修正終わったか？いえ、まだ。はあ？まだ終わんねえのかよ。この役立たず。そうがなり立てると、直人に向かって手を挙げようとする部長。やめてください。これにはたまらず、慌てて部長の手を掴んで止めた。何しやがる。話せ。俺が手伝いますんで、もう少し待っててくれますか？わかったら話せ。この筋肉ゴリラが。少しだけ手に力を込めて言うと、部長は渋々といった様子で引き下がる。ありがとうございます。いいってことよ。直人に笑顔でそう返す。部長はそんな俺を鋭い目で睨みつけていた。この日から部長はパワハラのターゲットを俺に絞ったようだ。おい、筋肉ゴリラ、この仕事片付けておけ。うっす。返事ははいだろ。はい。俺のことを呼ぶときは筋肉ゴリラだとか無能とかそういった罵倒になった。それだけでなく、部長は自分の仕事を俺に押し付けてくる。
直人や周りの人たちは俺を助けようとしてくれるけど、そんなことをしたら今度は別の人がターゲットになってしまう。俺は大丈夫だからと周りに言って部長の無茶ぶりに何とか応える毎日を送っていた。しかし、これ明日までな。就業間際、現場仕事から戻ってきた俺に部長は突然大量の書類を押し付けてきた。残業しても終わらない量だ。さすがに言い返そうとしたが、部長はさっさと帰宅。仕方ない。やるか。俺は大きなため息をつき、書類に取り掛かった。そして翌日、結局昨日は部長の仕事のせいで帰宅できず、ほとんど徹夜状態で翌日の始業時間を迎える羽目になった。さすがに眠いな。昼休憩は少し寝て回復しよう。ぼーっとする顔でいつも通り現場仕事に取り掛かろうとする。すると、うわっ！眠さのあまりよろけた俺の背中に硬いものが当たる。そこに置いてあったのは雑に積まれていたブロック塀。俺がちょっと寄りかかっただけでブロックは崩れてしまい、俺の右足に直撃した。大丈夫ですか？いや、これ折れてるかも。俺の言葉に直人は顔面蒼白になる。病院に連れて行きます。すまん、頼む。部長はまだ出勤していなかったので、他の人たちに伝言を頼み病院へ向かう。診断の結果、俺の予想通り右足は折れてしまっていた。幸い骨折の程度は軽傷で数日で退院できるらしい。いてて。大丈夫ですか？ああ、それにしてもなんであんなところにブロック塀が積まれていたんだ？そういえばあそこ人通りが多いから物を置くのは禁止されていますよね。ふと思い返しつぶやくと、直人も首をかしげる。現場の連中は危ないと分かっているので、そこに物を置くことはしない。ましてや重いブロック塀をあんな不安定な形で積むなんて普通だったらしないはずだが。考え込んでいると、俺のスマホが突然鳴り出した。画面に表示されているのは会社の電話番号。もしかしてトラブルかと思い、すぐ電話に出る。てめえ、怪我なんてしやがって、労災の手続きは誰がすると思ってんだ。電話の相手は怒り狂った部長だった。すみません、お手数おかけします。謝って済む問題か。俺の仕事を増やすんじゃねえ。謝罪してもなお、部長の罵倒は止まらない。役立たずの上に迷惑かけやがって。俺が社長だったらお前をクビにしてるぞ。今すぐ戻ってこい。でも入院が必要だと医者が。そんなの知るか。いいか、昼から絶対に出社しろよ。じゃないとお前のデスクを捨ててやる。部長の罵声に今まで我慢していた何かが切れる音がした。この事故は俺の不注意が招いたことだが、そもそもは部長が仕事を押し付けてきて、俺に徹夜させたのが事故の原因だ。そんなこともわからず、部長は俺が気に入らないからという理由だけで、無理難題を押し付けてくる。わかりました。気づくと俺は、それだけ言って電話を切っていた。こうきさん、大丈夫だ。心配そうな顔をする直人に、俺はにこりと笑顔を向けた。そしてすぐ別の人に電話をかける。もしもし、今大丈夫か？その日の昼過ぎ、遅くなりました。俺は入院着のまま会社に戻ってきた。右足にはギプスがつけられている。そんな俺を見て、周りはぎょっとした顔をしていた。はあ？なんだその格好は。部長が昼から出社しろとおっしゃるので、急いで病院から駆けつけたんです。なんだと？俺に歯向かう気か？部長が怒り心頭といった様子で、俺のもとへ歩みを進める。しかし、俺の横にとある人が立っているのを見て、怪訝な顔で足を止めた。おい、誰だそいつは。この人は。はじめまして。私、こういうものです。俺の隣で笑顔を浮かべているのは、俺の兄だ。しかし兄は自分が俺の身内であることは明かさない。代わりに部長に自分の名刺を差し出した。
労働基準局。ええ、今日は抜き打ちの現地調査をさせてもらいます。兄はそう言いながら冷たい目を部長に向けた。部長から電話の後、俺が電話をかけたのは自分の兄だ。俺の兄は国家公務員となり、労働基準局の職員として働いている。俺が骨折したと聞いて、兄は仕事を早退して病院に駆けつけてくれた。一体何があったんだ？実は、今まで兄や祖父母が心配するからと部長から受けていたパワハラは内緒にしていた。しかしもう我慢の限界だ。俺は今まであったことをすべて兄に報告。すると兄は、そうか。じゃあきついお灸を据えてやらないとな。怒りを何とか抑えた感じの低い声でそうつぶやいたのだ。協力してくれるのか？もちろんだ。じゃあ早速行くか。待ってください。安静にしてないと。慌てて止めようとする直人に俺は笑顔を向ける。大丈夫だ。もう痛くない。と思う。いや、そんなわけないでしょ。部長からは昼までに出社しろって言われてるしな。無責任な自分の言葉がどういう結果を招いたか、部長にはよーく分からせてやらないと。そして俺は病院に断りもなく、こっそり抜け出し、労基勤めの兄を連れて職場に戻ってきたのだ。部長は兄、労基の人間を見てブルブルと震えている。俺は何もしてません。それはこれから調べますので。待ってください。やめて。調べられたら不都合なことでも？兄の指摘に真っ青な顔で首を横に振る部長。兄はそんな部長を冷たい目で睨みつけた。なら、そこでおとなしくしておけ。有無を言わさない兄の言葉に、部長は今にも倒れそうな顔色で、その場に立ち尽くすしかできなかった。その後、兄は社長に事情を説明して、改めて現地調査を開始。異例の緊急調査となったが、社長はすぐさま受け入れてくれた。実は、君の部下から相談を受けていたんだよ。そうなんですか？ああ、でも相手は元請けの社員で、あちらの会社からくれぐれも頼むって言われててね。どうしようか悩んでいたんだ。対応が遅くなってすまない。社長はそう言い、俺に頭を下げた。社長にも立場があるし、自分の会社だからといってどうしようもないことだってある。それを知っている俺は笑顔で社長の謝罪を受け入れた。そして調査の結果、意外なことが判明。なんと、あのブロック塀を積んだのは部長だったのだ。俺たちが現場仕事で不在の間、業者からブロック塀を受け取った部長は、しぶしぶ一人で運んだらしい。しかし途中で面倒になり、あの場所に適当に置いたとのこと。そして兄、労基の調査の結果、部長のパワハラ行為だけでなく、会社の金を横領していたことも判明。経費の水増し請求も多数見つかり、部長はクビになった。クビを言い渡された部長は俺に対して謝罪。謝るから、お前から社長に取りなしてくれ。許すわけないでしょ。あなたがいなくなってせいせいしますよ、俺たちは。職場の連中はみんな部長を冷たい目で見ていた。もはや誰にも助けを求められないと悟った部長は半泣きになりながら荷物をまとめ会社を去る。元請け会社にもこのことは伝わっていて、元請けは部長の引き取りを拒否。噂によると部長は現在日雇いのバイトをして食いつないでいるらしい。一方、俺たちは部長がいなくなった会社で平穏な毎日を送っている。俺の骨折も無事に回復して、今はバリバリ現場仕事をやっている。俺を助けてくれた兄には改めて何かしらのお礼をするつもりだ。